マニエレスの最後の傑作はこれだ。ということで1590年代です。前回1580年代はエル・グレコが活躍し、音楽界ではヴィンセンツォ・ガリレイとオルランド・デ・ラストが活躍し、そしてスペインがポルトガルを併合し、太陽の沈まぬ国となるもアルマダの海戦でイギリスに敗れた時代でした。さて1570年代あたりから衰退期にあるマニエリスムはこの時代で終焉を迎え、そしてルネッサンスは終わるとされています。そしてタイトルにあるこの1590年代に書かれたマニエリスム最後の傑作はこちらです。一体何してるんだって感じの絵ですよね。これは1550年代に登場したフランスのフォンテーヌブロ派の誰かによって書かれた作品です。こんなにもマニエリスムを代表する傑作として評価されているのにもかかわらず、作者不詳とはかわいそうな話ですね。フォンテーヌブロー派とは、フランス王フランソワ一世がフォンテーヌブロー級の改修事業にあたってイタリアのマニエリスムの画家たちを招いたことから形成されたものですが、1560年代から始まった宗教戦争であるユグノー戦争によって一時フォンテーヌブロー級の改修事業は中断されてしまいます。しかしこの時代からまた大々的に再開されたことによって第二次フォンテーヌブロー派が活躍します。この絵はちょうどその時代に描かれたものです。そしてこの絵の鑑賞者から見て右側の女性はこの時代のフランス王アンリ4世のお気に入りの妾ガブリエル・デストレであると考えられており、左側の女性はその妹とされています。そしてその妹が姉の乳首をつまんでいますが意味不明ですよね。これはどうやらアンリ4世の子をガブリエル・デストレが妊娠したことを意味していると考えられていますが、別の解釈では子供を多く産むことができるということを意味しているという見方もあるようです。さらにガブリエル・デストレは指輪を持っていますが、これはフランス王アンリ4世との結婚を望んでいることを意味しているのだと考えられています。そして奥の部屋ではメイドがこれから生まれてくる赤ちゃんの産着を塗っているとされています。だいたいこんな感じのことを意味している絵ですが、内容を知らなかったら現在だとちょっとシュールな絵だよねって思ってしまいそうですよね。さてこの1590年代の音楽界ですが、1560年代にお話ししたトリエント公会議以降、対抗宗教改革の方向性に沿ってローマ学派の音楽が保守的になり、卑猥で不純なものとされていたオルガンなどの楽器を取り払い、アカペラで教会音楽が歌われていました。しかしベネチアにあるサンマルコ大聖堂を中心に活躍した音楽家たちであるベネチア楽派は逆に教会にトロンボーンなどの楽器を導入し、合唱と組み合わせた教会音楽を作っていました。ベネチア楽派はかなり反抗的ですね。そうしてこのベネチア楽派が楽器の演奏を重視したことによってその後の音楽は発展していきます。そうしたベネチア楽派の頂点に位置する作曲家がジョバンニ・ガブリエリです。この曲は楽器だけで演奏される曲であり、歌は入っていないです。ジョバンニ・ガブリエリが活躍していたベネチアにはサンマルコ大聖堂があり、この聖堂は左右にオルガンと聖歌隊席と別々に分けた構造をしていました。そういった独特の構造を活用してジョバンニ・ガブリエリは左右に合唱隊や楽器の合奏隊を2つ以上に分ける副合唱様式を好んで用いました。こうすることによってステレオ効果やダイナミックな音の強弱をもたらすことが可能となりました。そしてこの曲は曲のタイトルにもあるように音の強弱を意味するピアノイコール弱くとフォルテイコール強くという指示が初めて楽譜に書き込まれた曲とされています。ただこれはソロと合奏による音量の変化を意味していただけのようです。当時このジョバンニ・ガブリエリの名声はヨーロッパ中に広く知れ渡り、それによって特にドイツの作曲家たちがベネチアに留学するようになり、彼らはベネチア楽派の音楽を学び、先ほどの副合唱様式など母国ドイツにもたらし、その後のドイツバロック音楽の基礎を築き上げていきます。
これは後のドイツ音楽史にとってかなり重要な出来事と言えます。意外にもドイツ音楽はベネチアがルーツだったというのは驚きですね。というようにジョバンニ・ガブリエリは後の音楽にかなり大きな影響を与えた作曲家です。そして彼の時代にベネチア楽派は最盛期を迎えました。そしてこの1590年代にはジョン・ダウランドも活躍していました。この曲はかなり有名な曲で、当時絶大な人気を博しました。まずこの曲は、リュート曲として作られ、相当な人気を博し、ヨーロッパ各地で広く演奏され、おそらくこの時代、最も人気が高かった曲だとされています。そして4年後の1600年に歌詞が付けられ、リュート歌曲としても相当な人気を博します。さらに当時から果ては20世紀に至るまで多くの作曲家たちがこの曲をモチーフに作曲をしました。相当にすごい名曲ですね。ちなみにジョン・ダウランドはイギリス人でありましたが、イギリス宮廷のリュート奏者のポストに応募するも不採用となったため、その後デンマークの宮廷で職を得て、この曲をデンマーク王女に検定しました。しかしジョン・ダウランドはイギリス宮廷での職を得られないことをひどく嘆き、果ては楽譜の出版に際してなぜかその楽譜の中で他の作曲家たちを批判するという前代未聞の行動に出ますが、晩年にイギリス国王のリュート奏者の職を得てからは精神的にも平穏無事な生活を送ったようです。だいぶ名誉欲に駆られて精神的に大変なことになっていたジョン・ダウランドです。そしてこの1590年代に今回登場したマニエリスの最後の傑作の絵の話の時にちょっと登場したフランス王アンリ4世がナントの直令を発布します。まずこのアンリ4世は1570年代に起きたサンバルテルミの虐殺時の結婚式の花婿だった人です。彼はその時はブルボン家のアンリと呼ばれており、プロテスタントの一派であるカルバン派でした。そして一方、大貴族ギーズ公アンリなる者がいて、この人は強硬なカトリック側でサンバルテルミの虐殺で軍隊を率いてカルバン派の貴族たちを虐殺しました。この時点で同じ名前の人間がアンリと2人も出てきてややこしいことになっているのですが、さらに加えて国王アンリ3世が絡んできます。ややこしすぎですよね。3人も揃ってこんな単純な名前を名乗るのはやめてほしいです。そしてサンバルテルミの虐殺以降、ブルボン家のアンリは宮廷に幽閉され強制的にカトリックに改宗させられていましたが、途中で脱走してまたカルバン派に戻ってカルバン派の指揮所となり戦います。かっこいいアクションヒーローの言葉ですね。そして王位を争ってこの3人のアンリの思惑が複雑に絡み合うのですが、結局国王アンリ3世がギーズ公アンリを暗殺するも、それに憤慨したカトリック教徒に国王アンリ3世は暗殺され、最終的に残ったブルボン家のアンリが市民の支持を得るために結局カトリックにまた改宗し、王位を継いでアンリ4世となります。そしてそれまでのバルワ朝からブルボン朝に交代します。そしてこのアンリ4世がナントの勅令を発布し、ついにプロテスタント信者に対しカトリック教徒とほぼ同等の権利を与え、近代ヨーロッパで最初の個人の信仰の自由を認めます。そしてユグノー戦争は終結します。アンリ4世かなりのヒーローぶりですね。そしてこのナントの勅令はフランスの国家統一の出発点となり、その後商工業におけるプロテスタントの人々の活躍もあり、フランスは大国となっていきますが、後の時代にまたもやプロテスタントは信仰の自由を奪われ、多くのプロテスタントは国外へ逃げていったため、現在はフランスにはプロテスタント信者はほとんどいないという状況になっています。ちなみに先ほどからちょこまかプロテスタントやカトリックに改宗を繰り返していたアクションヒーローアンリ4世は、その後カトリック教徒に暗殺されてしまいます。なかなか生き抜くのが困難な時代ですね。そしてこの宗教戦争の間には、異端者を見つけて処罰するための教会による宗教裁判が
プロテスタント側でもカトリック側でも盛んに行われていました。特にカトリック教国のスペインにおいて多くの人々が有罪とされ火あぶりの刑となりました。そうした中、キリスト教徒ではなく悪魔と契約を交わしたとされる魔女と認定された人々が告発され火あぶりの刑などで殺される魔女狩りがこの時代あたりで一つのピークを迎えます。魔女狩り自体は1420年代頃からあったようですが、特にこの時期から約100年間もの間ヨーロッパ各地で盛んに行われ、とんでもない数の人々が意味不明な罪を着せられ拷問にかけられ殺されました。ちなみにその後のピークは1630年代1660年代とされています。そして意外にも率先して魔女狩りをしていたのは民衆だったとのことです。被害者の多くは身寄りのない貧しい女性など普通の人たちだったようで、隣人などが家畜が急に死んだのはあいつが魔術を使ったからだとかいう意味不明の理由で密告することによって人々は裁判という名の拷問にかけられ死ぬか、または拷問中に耐えきれず魔女でもないのに魔女であると認めようものなら結局火あぶりの刑などで殺されるなどしました。地域にもよるみたいですが、このように死ぬ以外選択肢のない恐ろしい地域もあったとのことです。完全に狂ってますね。ちなみに魔女とは言っても女性だけでなく男性も含まれており、多くの男性も被害に遭いました。さらに魔女狩りが盛んに行われた地域は意外にも対してカトリックとプロテスタントが対立していない地域であったりと、宗教戦争とは関係ない面もあったようです。何にしてもそんな時代に生まれなくてよかったです。無知は漢字が引き起こすので恐ろしいですね。それでは最後にこの時代に描かれた絵を3枚紹介します。最初の絵はハンス・フォン・アーヘンによる作品です。このパリスの審判という題材は西洋絵画でよく出てくるギリシャ神話の話で、一人婚礼の宴に招待されなかった不和の女神エリスが怒って争いを引き起こすために宴の席に最も美しい女神へと書かれた黄金のリンゴを投げ入れます。そこで名乗り出たのがヘラ、アテナ、アフロディーテの3人です。そこでゼウスは誰が最も美しいかを判定させるためにヘルメスを使わし、パリスに黄金のリンゴを託し、その判定を委ねるという話です。登場人物が多いですが、その人物を表す持ち物であるアトリビュートでわかるようになっています。一番左の槍、盾、兜のそばにいるのが戦いの女神アテナです。その隣にいる息子エロスのそばにいるのが愛と美の女神アフロディーテで、その隣にいるクジャクのそばにいるのがゼウスの妻ヘラです。そしてその右側に翼のついた帽子をかぶり、2匹の蛇が巻きついた杖、カドケウスを持っているのがヘルメスで、手前の質素な格好をして杖を持ち黄金のリンゴを持っているのが今回判定を託されたパリスです。そうしてこの絵でも彼はアフロディーテにその黄金のリンゴを与えようとしているように、パリスは愛と美の女神アフロディーテを最も美しいと判断し黄金のリンゴを与えます。愛と美の女神なら当然の結果ですよね。次の絵は前回紹介したスプランヘルによる作品です。このミネルヴァとは先ほどの絵で登場したギリシャ神話の戦いの女神アテナと同一視されているローマ神話の知恵や工芸などを司る女神です。ギリシャ神話の登場人物は名前がものすごくごちゃごちゃしていて分かりにくいです。もともと発音表記がバラバラで混乱しているところに、後の時代の古代ローマ時代で古代ローマの神々をギリシャ神話の神々に対応させたため、名前がわけわかんないことになっています。さらに加えて、後にそれらに対する英語による名前までが登場するため、混乱の極みとなっています。例えば古代ギリシャのゼウスはラテン語の古代ローマではユピテルと呼ばれ、英語ではジュピターと呼ばれます。さらに古代ギリシャのアフロディーテは古代ローマではウェヌスと呼ばれ、英語ではヴィーナスと呼ばれます。勘弁してほしいですね。ちなみにキリスト教が出てくるまで古代ローマは多神教で寛容であったとされています。最後の絵はこちらです。今度は英語名のヴィーナスです。混乱しちゃいますよね。しかもこれはギリシャ神話の話で、ヴィーナスが息子のキューピッドと戯れていましたが、キューピッドのいられたら恋する矢がたまたまヴィーナスの胸元を傷つけてしまいます。そしてその傷が癒える前に、ヴィーナスは美男子アドニスを見たことによってアドニスを恋するようになります。しかしこのアドニスは狩りが大好きなため、それを心配したヴィーナスが無茶をしないようにと警告するも、それを無視して
アドニスはイノシシ狩りを決行します。しかしアドニスは逆にイノシシに突き殺されてしまい、そうしてヴィーナスは手当てをしようと飛んでくるもすでに手遅れであり、ヴィーナスは彼女の嘆きと彼らの愛を思い出すものとしてアドニスの血を毎年咲く花アネモネに変えるという話です。この絵では初めて2人が出会った瞬間を描いています。ヴィーナスの胸元に矢で傷ついた跡が残っています。そしてこのアンニー・バレカラッチは先ほど紹介したマニエレスの画家たちとは異なり、完全な美を表現するという世紀ルネッサンスの理念を踏襲し、正確で写実的な古典主義的な絵を描きました。そして彼は次の時代以降に規範とされます。ちなみにアンニー・バレカラッチはこの時代に宮殿の天井画の仕事を任されましたが、その作品は彼の人生最大の大作であり傑作であったにもかかわらず、ありえないレベルの報酬の少なさだったため、彼はうつ病になり、それ以降海外制作をすることもほとんどなく、そのまま亡くなったとされています。報酬が少なかったからうつ病になるとは、なかなか衝撃的かつ分かりやすい話ですが、書かせるだけ書かせて、そんなケチな報酬しか支払わなかった方も、一体何考えてたんでしょうかね。一種の嫌がらせみたいなものだったんでしょうか。謎ですね。ということで、ルネッサンス期の最後である1590年代は、フォンテーヌブロ派の謎の画家がマニエレスの最後の傑作を描き、音楽界ではベネチア画家の頂点に位置するジョバンニ・ガブリエリと涙のパバーヌのジョン・ダウランドが活躍し、そしてアンリ4世がナントの勅令を発布し、ユグノー戦争が終結した時代でした。これにて1500年代から1590年代の16世紀は終わります。世紀初めは大航海時代によるポルトガル・スペインの支配確立、世紀ルネッサンスという時代で、16世紀中頃は世紀マニエリスム、そして世紀後半は宗教戦争で全体的に衰退といった感じでした。そしてこの間美術はイタリア中心で時々ネーデルランド、音楽はネーデルランドとイタリアといった感じでした。16世紀のイメージは結構つかめたんじゃないでしょうか。次回は1600年代です。美術も音楽もガラッと大きく変わります。それでは。